ビジュアル的にはお店にも飾ってありますけど、上からミノムシのように吊る下がっているビジュアルが非常に特徴的で、で、編み上がった生地が下へ下がっていくっていう、重力だけで下がっていくっていうのが、ビジュアル的には一つ大きなポイント。一言で言うと、植物の力を最大限減らさないで編むことができる機械。自然の力がいっぱい入ったものの、パワーを減らさず、極力減らさず編める機械。すごい抽象的で分かりづらいかもしれないんですけど、じゃあそれは何かっていうと、綿ってふわっとしてるものじゃないですか、本来。で、そこから糸を作るわけですけど、例えば実験として、例えば一番身近なのはお裁縫するときにボタン付けしたりする糸がありますよね。それを30センチの定規に当ててカットするとするじゃん。で、両端を持って思いっきり引っ張ると30センチよりちょっと長くなるはずなんだよね。やっぱりこう張力とか引っ張る力がかかると、その糸が伸びるってことは直径が小さくなるってことだよね。なるほど。伸びた分だけ。基本的には体積みたいなのは変わらないはずだから、そうすると糸の直径が細くなって距離が出る。ってことは、編み立てるときにこう見てると糸に力がかかるよね。そうですね。ね、糸に力がこう引っ張りながら編んでいくじゃない。いくら釣り編み機といえども多少テンションというか引っ張りながら編んでいきます。そうすると本来直径1ミリ、長さ30センチの糸は直径1ミリでないといけないわけね。なるほど。力をかけずにやるとしたら常に直径1ミリで編まないといけないけど、ちょっと引っ張るだけで直径が 0.99 ミリになるかもしれないし、力によっては 0.9 ミリになるかもしれないし、っていうのがこう物理的な問題点として、編み機という意味では物理の法則が出てくるっていうことなんだよね。植物のパワーってじゃあ直径1ミリで長さ30センチだったらこれが100だとするじゃないですか。で、それが減るってことは、じゃあなんで伸びるのってことを想像すると、こう、空気が、糸の中には、いわゆる化学繊維のようにモノフィラメントじゃないから、ね、中にいっぱい穴が開いてるっていうか空気の層ができてるじゃん。綿の場合。綿の糸。そうすると空気の層をこう減らしてっていうか、引っ張ると縮んじゃってなくなっちゃう。空気の層。イメージはすごく。イメージはなんとなくわかるでしょ、はい、なんとなく拡大図を描くとすると、ね、こういっぱい細い隙間がいっぱいあって、その中に空気がちゃんと含まれている。それがだから肌触りになったり、柔らかさになったり、空気って保温力高いでしょ、吸湿力も高いでしょ、で速乾性はないんだけど、なかなか。でもやっぱりその中に自然の恵みじゃないですか。そのパワーっていうのは。そうすると、釣り編み機のいいところって、深海機に比べて、その植物の持ってる力をなるべく減らさないで編むことができる機械。一言で言うと、そういうこと。ただ、その機械なんで、それを構成するいろんなパーツがあって、で、それは、じゃあ、例えばさっきの針。これは針って、こう、髭針って呼んでるんだけど、わかりやすく言うと、深海機って高速で編むから、力がかかるじゃない。力がかかると、針から糸が外れちゃうと困らない。確かに。困らないために、ノッチがついていて、一回この中に、糸が入ると、糸が逃げない。髭針っていうのは返しみたいのがないから、こういう風に。ここに糸がずっと留まってる。それが針としては糸がここでこう自由に動くので、糸には優しいですよね。だからそこでもテンションかかんない。でも、深海機の編み機ってここで入り口がついちゃってこう引っ張れるようになっちゃってるから。糸が外れないように。だから高速で編める。釣り編み機って一周して1コースしか編めないんですね。1コースってさっき言ったように、じゃあ仮に糸の直径が1ミリもあったとすると、1周で1ミリ編めるんです。10周回って1センチ編めるんです。ね。
100周回って10センチ編めるんです。そういうことなんですよ。なるほど。それはシンカーになっても同じです。1周で1コース。でも頭のいい人いるよね。口数を10個、糸の吸歯口を10個つければ、1周回るだけで10コース編める。なるほど。うん。それが100個あったら、100コース編める。それによって、かつ機械の回転数を、ヒゲ針じゃなく、ノッチ付きの針なんで、上げられる。ベラ針。そう。なんで、上げられる。だから、吸歯口を増やして、機械が1回転する間に何コースか編めるかっていうのと、回転数を上げる。まあ、釣り編み機は昔からよく言ってるように1分間に24回転って大体呼んでますけど、まあ、編む生地によって回転数は違いますよ。ポロシャツのカノコなんか、1時間で30センチぐらいしかできないですから、さらに回転数が遅い。10回転とか。遅いですけど、だから回転数が100回転すれば、まあ5倍近く、4倍とか5倍ですよね。例えば天軸の場合、1本の糸で編み立てをするじゃないですか。釣り編み機にはじゃあ本当に吸歯口は一つ。天軸は一つ。はい。それがじゃあ例えば進化編み機とかになってくると、じゃあその吸歯口30も40も50もある。いろいろ。逆にじゃあそれ裏切りになって3本構造になった場合、はい、釣り編み機だと3本の糸を入れる吸歯口。そう。3つは表、中、裏。それが、じゃあ10セットあったら。なるほど。そう。じゃあもうほんと進化機で裏木を編むってなると、すごい機械。大きくて、その糸をこう上についてる、そう。あれがいっぱい。だから、シンカー機の場合、釣り編み機ってさ、多分見てると思うからわかるけど、うちのお店に持ってきてるのってちっちゃな口径じゃないですか。シンカー機であんなちっちゃな口径ないから、上にそういう吸歯口つけられないでしょ、いっぱい。口径がない。そうですね。そうすると大体シンカー機って、まあ、90ダブルぐらい上がるから、みんなでかいですよ。シンカー機って調べると、大きいでしょ？すっごい大きいマシンが。マシンです。だからその上にいっぱい吸歯口をつけられるから、どうしても口径が大きくなっちゃう。じゃあもう見た目も全然違うし、吊る下がってなく下から立ち上がってるだけなので、本当に釣り編み機っていうのはその工場の木の針に吊るされていて、センターに棒が1本出ていて、たらいがそれにくっついてるだけ、引っかかってるだけ。シンカー機の場合だと、高速でやっぱ編み立てをする。下に回転する巻き取り機がついてる。同じ速度でくるくる下に回って、生地がどんどんそこで、綺麗に巻き取れる。作業する方はすごく楽。もうそのまま丸く綺麗に巻かれたものだけそう。だから釣り編み機の金木さんの動画とか写真とか見ると、もう最後の方はもうこんな下だけビバンダムのようなビジュアルになってると思うんで、なるほど。すごい可愛らしい感じなんだけど、それがやっぱり大きな違いかな。上から手で触るとスッと降りるのに、下からだと引っかかるような、もうそういう引っ掛けてゆっくり下ろす回転速度と同じ速度で編み地を下へ下ろしていく、もう本当に装置だよね。メカニカル装置ですよね。そういうもので編み下げていくから、そういったものが全部合わさって、やっぱりその植物のパワーを少しでも減らさないような編み方ができる。お店に実際に釣り編み機を東京のお店と千駄ヶ谷と福岡はね、大阪だけなくてね、ちょっと間口が狭くて置けなくて申し訳ないんですけど、ぜひ東京福岡のお店で実物あるので、実際見ていただくと今の話の多分説明が少しイメージが伝わると思う。釣り編み機の工場っていうのはなかなか普通に入っていけないからね。でもこれで釣り編み機っていうのが柔らかく生地が編み上がる理屈っていうのはすごくよく分かったんじゃないかと思います。